さあ皆さんこんにちは、こんばんは。ようチャンネルのようです。さあ今回の動画はタイトルにもある通り千葉キャンプということで、絶賛バイクを走らせて千葉まで向かっております。いやー、やっぱこういう天気のいい日は千葉キャンプに限るね。こうやってお日様の下、関越道を走るのがとても気持ちいい。やっぱり千葉と言ったら関越道。これから千葉に行くって考えると、心なしか埼玉県のこの自然な街並みも多少は綺麗に思えるね。高速道路上だから街並みもクソもないけど、さあそんな感じであと1時間半ぐらい走れば目的地の千葉のキャンプ場に到着するんで、サービスエリアで休憩挟みつつこのまま走り続けたいと思います。さて高速も降りて千葉まで残り10キロちょいになったんだけど、いやー、俺の予想してた千葉ってもうちょっと平野な感じだと思ってたんだけど、なんかここら辺はすごい山に囲まれててイメージと全然違う雰囲気だね。ここまで山々に囲まれてるようなところだと海とか砂浜とかそういう景色は見れないんだろうな。いやー、せっかくの千葉だからね、本当は九十九里浜とかそういった綺麗な砂浜で海でも見たかったんだけど、今日行くキャンプ場の近くは砂浜からは程遠い海のうの字もないぐらいかけ離れたような場所にありそうだね。やっぱり千葉の近くでもこんだけ山に囲まれてると天候も変わりやすいね。ちょっとだけ雨降ってきたわ。さてそろそろ目的地っぽいんだけど、ここだね。さあやってきました。キャンプ場出入り口千葉村。おー、千葉感あふれてるね。これはどこまで進んでいいんだろうか。お、受付あちらです。ほいと、これはなかなかバイクには厳しい道ですね。よいしょ。じゃあ受付そっちらしいんで、一旦バイクここら辺に止めて受け付けてきますか。ほい、よし。虫がすごい。さーて受付も済ませて薪も一束買わせてもらったんだけど、すごいねここ。休日土曜日真っ昼までこんだけ人いないことあるんだね。さすが千葉村で、今受付でもらった案内地図を元にぐるーっとバイクで移動してきて、一人いないようなサイトを発見したんで、一旦今回はここにテント張って一泊したいと思います。それじゃあ早速設営に入りたいと思うんだけど、休日だし人がめちゃくちゃ隣にぎゅうぎゅうで詰まってるようなキャンプ場だったらどうしようかなって思ってたんだけど、そういう心配もないぐらいタープとかも広々張れそうなんで、ちょっと前々から気になってた自分がどれぐらいの速さでタープとテントを設営できてるのかっていうのをちょっと今日試しに測ってみたいと思います。ストップウォッチで。もう早速用意スタートで行ってから完成まで一気にバーッと駆け抜けて何分なのかっていうの、ちょっとそれを参考に今後自分の持っている道具とかもっとコンパクトなものに変えた方がいいのかっていう時間配分確認してみたいと思います。じゃあ用意スタート。さあ始めていきましょう。よいしょ。一旦ね、まずはテントからではなくタープから。今日ね、隣に人がいっぱいいるんじゃないかと思って小さいタープも持ってきてたんだけど、全然必要なかったわ。よいしょ。まずはメインのポールを出しましょう。はい、よいしょ。でタープ本体、よし。どっち向きで張るとか全然考えてなかった。多分日の光が向こう側に落ちたから朝日は向こうから昇るはず。東と西がわからない。でもまあ朝日でテントがあっちんちんにならないようにこうやって張ろうかな。よし、はい。ここのキャンプ場めっちゃペグ刺さりやすい。ペグ刺さりやすいだけですごい好き。はい、タープ張れました。でタープ張った時点で9分20秒、意外と早い。はい、さてと続きましてテント。はい。さて今回はタープを持ってきたんで、パップテントではなくいつも使っているコクーンテントなる
ソロ用の小さいやつだね。さあ例のごとくグランドシートなんていうものは家に置いてきているので、よいしょ、入り口はこっちかな。よいしょ、これでテントも立てましょう。はい、インナーシート OK で、ここにフライシートかぶせて完成だね。はい、ペグってないけどテント完成これで今の時間は14分。だからあれか、中身寝袋とかそういうの入れてだいたい20分ぐらいって感じなのかな。よいしょ、じゃあちょっとコットとかあと椅子テーブルまでで何分なのかっていうのを最後見たいと思います。はい、テントの中に寝袋も入れてテーブル椅子すべて用意して拠点完成しました。さあただいまのお時間は22分15秒まあこれぐらいなら妥当でしょう。よーし、景色いいからなんか椅子机全部左側にセットしたけど、日陰をこっち側に作ったら意味よな。キャンプで都会の喧騒から離れてリラックスしに来てるはずなのに、設営 RTA で疲れてたらマジで本末転倒だよな。よいしょ、ちょっと設営疲れたんで早速、よいしょ、昼間っから飲ませていただきます。いただきます。身にしみる。極楽かよ。まあお酒飲みつつちょっと薪割りでもしていこうと思います。よいしょ。ここのキャンプ場ね、すごいことに1500円払ったら薪使いたい放題らしいのよ。ただ自分ソロでそんな薪使わないんで、普通に800円で針葉樹1束だけ買いました。太いね。そんじゃあ、ある程度今夜の焚き火用の薪もバトニングして焚き付けとかは用意できたんで、ちょっと夕食にはまだ早いし、キャンプ場の中でも散策してきますかね。洗い場。へえ。あ、すげえ、水道の水飲料水として普通に飲める。へえ、すごっ。日帰り温泉満点星の湯割引券あります。いいね。すごいね。なんかテーブルと椅子とかも設置されてるところはあって、でトイレもあると。炊事棟がもう一つあるっぽいね。本来だったら受付の近くのこっちの方に止めた方が安心感はあるんだろうけど、みんな同じ考えなのか、受付近くのサイトにいっぱいテントが張られてたから、自分は一人ぼっち遠く離れた場所にやってきましたよとで、炭捨て用の缶までちゃんと用意されてて、消火用の水と大きな薪の燃えかすはここに置けると。へえ、すごいな、整備が。マジここお湯出んのすごっ。高原千葉村案内図結構古いね。もう相当書かれてる内容も剥げちゃってる。冬になるとスキーとかできるのかな、ここら辺。ロープウェイなのかなんかの文字もあるし。へえ。いや、あまりにも施設広すぎんか。めっちゃ広大やん。さっきからめっちゃカエルの鳴き声するなって思ってたんだけど、こっちなんかちょっとだけ沼化してるな。あとめっちゃ雨降ってきた。あ、そこカエルいるね。俺がこっち来たせいで警戒して泣かなくなってしまった帰ろう。今のカエルがいっぱいいる沼地みたいなところもそうだけど、こっち側の電波塔の下みたいなここら辺のくぼんでるエリアも区画に分けられてるから、マジでどこでもキャンプしていいんだね。すごっ。
あと向こう側の建物に自販機設置されてて、まさかの航空音対応だったから、全然飲みたいっていう気持ちもないのに衝動的にファンタを買ってしまった。とまあ自分のサイトに戻ってきまして、他のサイトで楽しそうにキャンプしているグループキャンパーさんたちが焚き火を囲って賑やかに過ごしていたんで、やっぱ焚き火羨ましいね。そろそろこっちも焚き火を始めたいと思います。で、キャンプ場が床芝生だから、ちょっと芝生の地面をね燃やさないように、前に使ったこの天幕デザインの男前ファイヤーグリルは焚き火シートを下に敷かないとさすがに芝生焦がしちゃうんで、今回は、こっちのメッシュの焚き火台を使って焚き火をしていこうと思います。で、焚き火をするにあたって焚き付けとかを用意できたんだけど、着火剤がね残り1個なのよ。なんでこれでもし着火失敗した場合、火つけるのめんどくさくなるっていうのがあって、実はライターとかそういうものも一切持ってきてないから、これ最後の生命線なのよ。でそこで今回はこちらのよいしょメタルマッチだね、ファイヤースターター、よいしょ、こちらで火を起こしたいと思います。まあいくら細く割ったからといってこういう焚き付けにいきなりファイヤースターターで火がつくっていうことはないんで、これだね、このロゴスのトイレットペーパーケースに入れているトイレットペーパー、こちらに一旦火をつけて、それでこっちの焚き付けに火を移すっていう感じで焚き火の方をしていきたいと思います。さてちょっとある程度の長さを取ったティッシュをここに詰めて、でそのティッシュに引火させると、ちょっと強めにこすってあげると燃えてはいるね。一応火はついてるのか。これで火吹き棒とかで火与えてあげると多分すぐに火がつくっていう感じだね。あ、燃えた燃えた。 OKOK。 よし、じゃあこれでよいしょ、他の木に火がつくように、よいしょ、だん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 と、はい。そう意外とこうやってトイレットペーパーとか使えば焚き火って一瞬でできるもんなのよ。なんか俺いつも天気予報に裏切られてる気がするなめっちゃ晴れ予報だったのに雨ザーザー降りなんだけど、タープの下に焚き火避難させようと思ったら全然間に合わなくて火消されちゃったしまあ割った木はまだまだ残ってるんで、焚き火は後ほど雨が止んだら復活させるとして、飯の準備でもしますかね。まあといっても今日全然セブンイレブンで買ってきたものしかないんだけど、一旦なんかメインで主食となるものはこのカニ雑炊を適当に作って、であとはちびちびとつまめるソーセージとかそういうものをこっちのグリルで焼いていこうっていう算段ですね。でまあソーセージ食べるときちょっと焚き火見ながらリラックスして食べたいなっていう気持ちが自分の中であるんで、まずはこっちのカニ雑炊から作っていこうかな。いつも炭火でそのままケトルを沸かしてしまって大量にすすがついて掃除するのめんどくさいんで、今日はちょっと岩谷のコンパクトバーナーさんに頼らせていただきましょう。はい、バーナーも準備できたんで、これでお湯沸かしていきましょう。よいしょ、お水をさっき買ってきたので、はい、天然水をケトルに入れて、そんな量多くなくていいんだよね。はい、半分も入れてないぐらいかな。はい、ひねって、はい、OK。ついてます。よいしょ。でこっちのシェラカップにカニ雑炊の素を入れると、おー、さすがフリーズドライ、軽いね。よし、ほい、どたまえ、全然弁、よし、
こんな感じなんだね。なんか最近になってようやくフリーズドライのこういう食品を取り扱うようになったんだけど、本当に便利だね。まあこのままお湯が沸くまで待ちたいと思います。一瞬でお湯沸いたね。よいしょ。さあこちらでお湯をこいつに注ぐと、ほい。わ、すげえカニのいい香り。すごいいい香りがする。じゃあカニ雑炊いただきます。うまっ。すげえ、ちゃんとしっかりカニの味がする。これがコンビニで200円ぐらいで買えるって考えたらめっちゃすげえな。マジで荷物としても全然かさばることないし、毎回キャンプにこういうの持ってきてもいいかもしんないね。雑炊も食べ終わって、そろそろ焚き火を復活させたいなって思ってたんだけど、どんどん雨が強くなっていく。もうある程度の小雨で終わってくれたら何事もなかったかのようにもう一回火をつけようと思ってたんだけど、完全に止む気配がないっていうぐらいの音で雨が降り始めたから、ちょっともう焚き火ももう完全に消えちゃったけど、タープの下に持ってきて、で机とかも全部一旦手前側に持ってきて、風はしのげてないね。雨はしのげるようにしてる。まあこれはもう夜中になるまで雨降り続くような気配がしてるから、おとなしく料理を続けていこうと思います。さあというわけで、こっちの炭に火をつけたいんだけど、今ね炭の上を虫が張ってるからね、このまま火をつけちゃうとちょっとかわいそうなんだよね。一旦炭の上から虫をどけようか。よいしょ。したかな。よし、じゃあこれで残り1本となってしまったこいつ、まあ残り1本って言っても全然予備のやつは持ってきてるから、着火失敗しても平気は平気なんだけどね。火をつけていきましょう。ほい。さっきの虫全然ついてたわ。ほら熱くなるからどっか行け。ほんじゃあ炭火に火もついて、でこっちの焚き付け1本に火を移して焚き火にくべたら、焚き火も復活したんで、横目で焚き火を見つつこっちで調理していこうと思います。まあ調理って言ってもね、その大したことはなく、セブンで買った焼き鳥を炭火で温めるだけなんだけど、おお美味しそうだね。つくねとかまで入ってる。これ手前側の火強いから手前側だけめっちゃ焦げそう。ちゃんとうまそうね。なんかいい感じに火も通ってるような気がするっていうか、真ん中の部分だけめっちゃ焦げてるような気もするんで、ちょっといただきます。あ、うまい。あったかいあったかい。つくねの中に軟骨入ってて、コリコリしててめっちゃ食感面白い。つくね自体は全然脂っこくないけど、これは普通に飲みたい。いやーいいなー、この誰にも邪魔されない空間で、雨は降っていてもポツポツとタープに当たる雨音を聞きながら焼き鳥を食べる至高の時間だよ。よし、鶏皮もいただきやしょうや。たまらん。さっきのつくねと違って鶏皮はやっぱ油ずっしりって感じで、口の中に鶏の美味しい油が広がって、その油を思いっきりお酒で流す。いやーいいね。炭火で焼き鳥を温めて食べる。ちょっと残りの串も引き続きいただいていこうと思います。焼き鳥の串焦がして折れちゃったやばい、すごい持ち手が小さくなってしまったまあまあまあ食える食える熱っなんかさっきから雨の音に混じって雷の音も聞こえるんだけど、大丈夫かな。いや、焼き鳥も食べ終えたんで、最後ちょっとソーセージでも焼いて、はい。
改めて雑炊と焼き鳥数本とソーセージ4本って考えたらだいぶ小食な気もするんだけど、最近年なのか全然食べられなくなっちゃってね。炭火だから一瞬で焦げる。焦がさない程度にいただきましょう。暗くて焦げもよくわかんないでしょ。ソーセージいただきます。うめえ。毎回パターン変えずにキャンプに来たらとりあえずソーセージ焼くっていうことだけは続けてるんだけど、ただのソーセージを炭火で焼くっていうだけでとてもシンプルなのにこの美味しさ最高だね。さてソーセージも食い終わって、もうねあまりにも焚き火が意気消沈しすぎてたんで、さっきまで調理に使っていた炭をこっちに移して焚き火の炎を復活させました。んであとはもう残っている薪を数本燃やしきって、で火の後始末したらもう寝るだけなので、この後は今残っている薪を燃やしきって眠りにつきたいと思います。雨もだいぶ弱くなったんだけど、まだポツポツと雨音が聞こえるから、明日の朝には完全に止んでればいいね。そんじゃ雨が止むことを祈りながら明日の朝を迎えたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。めっちゃうんこされとる。くそ。あいにくの天気だけど、鳥さんはこんな天気の中でもうんこするもんだね。これからテントとかを片付けて撤収作業に入りたいんだけど、こんなザーザー降りな雨の中、どうやってタープを収納するか、一旦炭でも捨てに行きながら考えるか。さて炭も捨てに行けて、でトイレまで行ってきて、その帰り道で管理人さんと遭遇して、で管理人さんがビニール袋を配ってくれたから、これテントを回収したらそのままタープはほぼ畳まずに適当にこの袋の中にボンとぶち込んで、それで撤収完了でいいんじゃないかな。ちなみに天気予報をさっき確認したら、今この時間朝8時半ぐらいが一番雨が弱い時間なんだって。これでなんで雨が止むのを待ってタープ乾かして撤収するとかは絶対不可能なんで、今回はちょっと管理人さんからもらったこのポリ袋でタープを収納して帰りたいと思います。はい、そんな感じで綺麗さっぱり撤収作業完了したんで、あとはこっちのゴミをゴミ捨て場に捨てさせてもらって終わりですね。はい、というわけで無事にキャンプ場をチェックアウトできました。最後ゴミも捨てさせてもらって、受付にバインダーも返して管理人さんに挨拶してからキャンプ場を後にしたっていう感じだね。いやあいにくの天気だけど千葉村やっぱりいいね。地面にペグも刺さりやすいし、ロケーションも素晴らしいし、今度は晴れてる日に行きたいんだけど、晴れてたらお客さんも増えちゃうかもしんないから、ちょっとそこはもう一回休日の人の入りっていうのは見極めたいね。さあそんな感じで今回のキャンプいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。